皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか？私のチャンネルでは、主にマレーシア移住を考えられている方、々のためにですね、私、ファイナンシャルプランナーの目線から、生活情報など解説しております。本日の動画なんですけれども、ちょっとゆるーくですね、はい、動画を作ってみようかなということで、マレーシアを離れてみて分かったマレーシアの恋しいもの、3選をですね、私の目線で独断と偏見でお話しできればなと思っております。はい。私たち家族はですね、ニュージーランドからマレーシアに移住してきたものです。はい。3年半ほど、住んでいたマレーシアではあるんですけれども、このパンデミックがですね、始まって、で、ちょっとね、息苦しいかなと、違う、景色も見てみようということでですね、義理の母親が住んでいるトルコに現在滞在中でございます。はい。そんな中ですね、国も、違いますし、文化はイスラム、教徒の方がも多いというところでは共通点はあるんですけれども、やはりですね、マレーシアにしかない、やっぱ魅力というのがあるんですよね。その中の、一つ目です。これは、マレーシアにはバラエティ豊富なんですね。もうご飯が食べられるというところなんですよね。私が住んでいるトルコ、アンタリアはですね、外国人は多いではあるんですけれども、ご飯の種類が本当にないです。で、あったとしても、もう日本の金額の2倍以上ぐらいするんですよ。もしかしたら3倍ぐらいするかもしれないですよね。で、やっぱ味もやっぱり外国人向けということで、なんだかなーっていう感じはしてるんですが、マレーシアのですね、本当マレー料理、タイ料理、韓国料理、ベトナム料理、もちろん日本食、で、アラブ料理ですね、中央アジア料理だったり、で、特に子供たちはですね、バブルティーです。バブルティーをね、もうずーっとトルコでも探しています。はい。今のところ、イスタンブールという、大都市ね、あるんですけれども、そちら一軒しかね、このバブルティー売ってないということで、かなり、食に関しては飢えている状態でございます。はい。ですのでね、本当に、食文化っていうのは、すごく大切だなというふうに、ニュージーランド、そしてマレーシアを出国してですね、感じたところであります。もう本当にね、もうマレーシアの料理が食べられる皆さん、もう本当に羨ましいです。はい。じゃあ、2点目ですね。はい。今現在はですね、完全リモートということでお仕事してるんですけれども、やはりね、マレーシアでお会いした、日本人の、方々、コミュニティですね。本当に恋しいです、皆さん。はい。こちら、トルコ、アンタリアではあるんですけれども、トルコのですね、全体、を見たときに、日本人の人口は、公式サイトで見ますと、去年の時点で1700人です。はい。で、マレーシアの日本人人口をね、比較しますと、もう3万人ぐらいいますよね。ということは、日本人のコミュニティっていうのがすごく、小さい、というのがあります。はい。私とね、他のお友達が立ち上げた、日本人ママ in マレーシアのコミュニティでは、もうおおよそ600人ぐらい参加されていますので、皆さんのね、いろいろマレーシア情報交換したりだとか、あと直に会ってね、ランチしたりだとかね、あとはたまには夜遊びしたりなんかっていうのが、すごく、思い出、としてですね、かなり、はい、強く残っています。私が住んでいる、アンタリアですね。では、あまり日本人いないです。いるんですけれども、なかなか接点がないだとか、あとお子さんがもう大きくなってしまったとか、あとアンタリアといってもかなり大きいですのでね、なかなか会いにくいというところはありますね。はい。なので、本当に、人間関係というか、やっぱコミュニティ、自分が属せるコミュニティがあるっていうのだけでもですね、マレーシアにいらっしゃる皆さん、本当ラッキーです。はい。で、次、3番目ですね。マレーシア人の方々のね、もう本当、沖縄の言葉で言うと、ナンクルナイサーだと思うんですが、レイバックですよね。もっとリラックスした感じの雰囲気がすごく好きですね。で、やっぱり言語がトルコではトルコ語がメインになりますので、やっぱマレーシアでは英語通じますよね。そんな中
私としては、意思疎通がね、問題なくできるというところで、やっぱりストレスは、かなり軽減されていましたよね。本当ね、グラブタクシーですとか乗るとね、日本人かって分かったらね、do you know ドラえもんとかね、do you know ナルトなんてね、もう日本人イコール漫画大好き人間なんて思われてたりもしますし、で、あとはね、レストランのやりとりとかでも、can I have this? とかって言うと、皆さんね、can la とかね、can la とかね、no can la とかもありますので、なんかマレーシアの英語すごく懐かしいななんて思ったりもします。一度ですね、トルコの国境っていうのは今空いておりますので、マレーシアの観光客がいらっしゃったんですよ。このね、英語のトーンとか聞いてね、すごく懐かしいなって思った、経験があります。はい。特にですね、お子様がいらっしゃる、ご家族では、ね、やっぱりこう、テーマパークとか、行かれると思うんですよね。マレーシアに関してはすごく充実していると思います。はい。そんな中ですね、ちょっと、ポイントになるところがあるんですけれども、やはりこう、外国人ってなりますと、皆さん観光客の料金でね、入場されるテーマパークって多いと思うんですよね。例えば、動物園だとかね、あと、サイエンス博物館とか、KLCC タワーに入ってますけれども、各種、テーマパークでですね、ぜひとも、長期滞在ビザ、これが就労ビザなのか、MM2H ビザなのか、あとディペンデントビザでもいいですけれども、それを提示しますと、現地の方とですね、同額の入場料を払う、ことができますので、本当こう、ファイナンシャルプランニングのですね、目線で、支出をいかに抑えるかということがすごく大事になってきますので、ぜひとも、パスポート、原本持ち歩かないといけない可能性ありますけれども、ぜひともですね、この値段っていうのを交渉してみるのもいいかもしれないですね。またですね、近い将来、マレーシアに戻ってマレーシア生活を、再開できることを願っております。それまで、皆さんお元気で、失礼いたします。